こんにちは、あおいです。あおいの給食室のウェブサイトが新しくなりました。今 YouTube でアップしているレシピがウェブサイトですごく見やすくなってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日は春雨スープをご紹介していきます。去年工場見学で行かさせていただいた東和乾物さんのもうすでにカットされている春雨を使ってパパッとスープを作っていきたいと思います。このツルツルとした春雨の食感は子供たちが大好きなので、野菜もたっぷり入れてビタミンも一緒に取っていきましょう。それでは早速作っていきましょう。保育園管理教師葵の給食室、今日は春雨スープです。今日は春雨がメインのスープになりますので、春雨に形状を合わせて人参も細切りにしていきます。最近は料理の音にも癒されていただきたいので、切る時にね静かにしてようかなと思ってます。人参ちょっと長めに切ってたので半分の長さに切っておきます。小松菜は保育園では虫がついていないかっていうのをよく確認しながら3回水を変えてよく洗います。小松菜は2センチ幅に切っていきましょう。葉の部分はもう少し細かく切ります。葉が大きいとこう喉にね張り付いてしまって危ないので。ハムも細切りにしていきます。半分の長さの細切りです。ハムは子供にとって噛み切りにくい食材になりますので、なるべく細めに切るのがおすすめです。それでいつもだったらここで春雨を茹でてから春雨を切るっていう段階があるんですけれども、今日はね東和乾物さんのすでに5センチにカットされている春雨を使っていくので、切らずにこのままスープの中に入れていきます。こんな感じにすでに短めに学校給食用に切られてます。これが本当に便利。春雨って一回茹でて切るっていうのはすごいね工程が大変になるので、もうありがたいこういう商品は。具材を煮込んでいきましょう。鍋にお水を入れます。と人参は水から茹でていきますので、人参ももう先に入れてしまいます。と今日はねここに鶏ガラスープの素で味付けをしていきます。鶏ガラスープの素、そしたら火をつけてどんどん煮込んでいきましょう。スープを煮立てている間に一つやることがあります。先ほどの小松菜を一旦下茹でをしておきます。小松菜はほうれん草と違ってアクが少ない野菜なので、本来下茹でってしなくても大丈夫なんですけれども、保育園の場合は小松菜を汁鍋に入れて煮込むと、最後のクラスはもうねこの小松菜の色がだいぶくすんじゃってるので、緑の色味を残すために別茹でをして最後に混ぜ合わせています。ご家庭で作るときは多分すぐ食べられると思うので、直接ね鍋に小松菜入れて煮込んでいただいて大丈夫です。あとはパパだけ帰りが遅くて食べるのがね時間が遅いっていう場合は、こういう風に別で茹でてあげるとパパが食べる時にも緑が綺麗に残ってますので、どうしてもねなんか大人って子供の残り物だったりすることが多いんですけど、私はパパとママにも美味しいものを食べていただきたいと思ってるので、ぜひお時間がある時はお家でもやってみてください。流水でさっと流しておくとこの色味がさらに残りやすくなりますので、しっかりと冷ましておきましょう。こちらに時を戻しまして、沸騰したらここにハムを入れていきます。ハム固まっているとお子様が食べにくいのでほぐしながら入れていきましょう。それから春雨も入れていきます。ほんと便利だよねこれ春雨もねこうくっついちゃうので、入れたらすぐほぐしておきます。
東和乾物さんの春雨は細めの緑豆春雨になるんですけれども、緑豆春雨ってほとんどがね中国産なんですが、東和乾物さんのはタイ産のものになります。今15分ぐらい煮込んでいたんですが、春雨がもうだいぶ柔らかくなってきましたので、ここで仕上げをします。煮込んでいる間に減ってしまった水分はね途中で足しておいてください。仕上げにお塩を入れていきます。お塩を入れて1分経ったら火を止めて、仕上げに先ほどの小松菜を入れていきます。保育園で提供する時に時間がある場合はお椀の中に小松菜を入れて、このスープを注ぐっていう形にすると、さらにこの色味が綺麗に残ります。葵の給食室。給食給食嬉しいな、折ってても綺麗になりました。それでは皆さんご一緒にいただきます。鼻声がさまだ治ってないんだよね若干いただきます。美味しそう。今回使った春雨は5センチにカットされているんですけれども、1、2歳児のお子様はまだ5センチだとちょっとだけ長いので、出来上がった際にハサミでさらにカットしてください。それから小松菜は色味残すために別茹でを先ほどしましたけれども、そうすると小松菜の食感とかあと味っていうのも割と残りやすくなりますので、ちょっと葉物が苦手っていうお子様の場合は鍋でしっかりとね一緒に煮込むのがおすすめです。春雨とか麺類とかツルツルっと食べられるものって本当に子供たちが大好きなので、春雨スープもねとっても保育園で人気です。春雨スープって何にでも合うので、例えば白菜入れたりとかレタスとか、私はいろんな野菜を入れるのが好きです。皆さんは春雨スープってどんな具材で作りますか？おすすめの組み合わせがあれば教えてください。このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。